それでは、サインとコサイン、そして力の分解について解説します。ベクトルっていうのは合成することができました。黄色と青、2つのベクトルを合成して赤にすることができました。実はその逆、この赤いベクトルを分解して黄色の点線と青の点線に分けることができます。そして、この赤の長さから黄色の長さや青の長さがわかるとすごく便利だね。実は、この赤の長さを A とすると、この黄色い点線の矢印の長さは A× サインシータ。青の点線の矢印の長さは A× コサインシータという長さになります。シータっていうのはここの角度です。コサインに近い方の角度をシータとしたとき、この3つの矢印の長さはこういうふうに表すことができます。物理基礎では詳しくやらないけど、サインシータ、コサインシータ、それぞれシータがどのくらいの角度の時にサインシータはこれこれという数字になるよ。こっちもそう。シータがどれくらいの角度の時にコサインシータっていう値はこういう値になるよってことが別にね、求められています。そのすべてを暗記する必要はもちろんありません。これ、サインとコサイン、どっちがどっちでもいいわけではないよね。ここの角度とここの角度が違うから、サインとコサインを逆に書いちゃったら×になっちゃうよね。コサインに近い方にシータがあるって覚えておこう。コスモス畑に立つシータって覚えておこう。例えば、この A× コサインシータっていうのは、A の長さのこの斜めに伸びた棒に真上から光を当てた時にできる影の長さだね。同じように A× サインシータの長さは、この赤い棒に真横から光を当てた時にできるこの影の長さだね。どうしていきなりシータ言い出したのか、どうして急に角度に注目しだしたのかっていうと、この赤い線、この赤い棒を立てる角度によって当然できる影の長さに違いがあるよね。だからこの角度はサインとかコサインとかいう値を求めるときに非常に重要なデータになるんだね。それでは問題です。斜面にある物体に働く重力の斜面方向の成分の大きさを答えなさい。ただし、この物体に働く重力の大きさを mg、この矢印の長さを mg とします。斜面方向の成分って言ったって、斜面に沿った矢印なんかないよって思うかもしれない。だけど、この mg、まっすぐ地面の方を向いた mg を分解すると、こんな風に黄色と青の点線の矢印が現れますね。この黄色が重力の斜面方向の成分ですね。この黄色の大きさを答えればそれで終わりなんだけど、一見よくわからないね。黄色の大きさってどういう風に表されるんだろうか。問題に登場した文字を使ってどういう風に表すことができるんだろうか。もしここの角度がわかれば、サインとかコサインを使って、この黄色い点線の矢印や
青い点線の矢印の大きさが表現できるんだけどね。ここの角度ってわからないかな？これは慣れるまでは大変なんだけど、ここ、ここ、ここに注目してみよう。ここに注目してみよう。さっきの赤でくくった部分を抜き出すとこんな感じ。こことここが90度。こことここの角度が等しい。ということは、ここの角度がシータだったら、ここの角度もシータになるんだね。ここの角度がシータだ。ここの角度がシータだったら、ここが90度。ここが90度で、こことここの角度が等しいんだから、ここがシータだったら、この角度もシータだ。シータから遠い方がサインだったね。ってことは、この黄色い点線の矢印は、ここの長さかけるサインシータで表されることになります。赤の長さが A だったら、A サインシータで表されるのがこの黄色い矢印。同じように、ここの長さが MG だったら、この黄色い点線の矢印は MG× サインシータで表すことができます。